皆さんこんにちは。カシオ腕時計マニアックスのショーです。今回はリクエスト企画ということで、こちらのカスタム G-SHOCK の作り方の動画をお届けすることにいたします。実はこのカスタム G-SHOCK については以前も動画でお届けしてまして、その時に作り方も説明してはいるんですが、実際にはですね、このデザインについては私が作ったものをダウンロードして作ってみてねという形だったんですね。だけど今回のリクエストとしてはデザインも自分の好みのが作りたいんだと。そうですよね。せっかく作るんなら自分好みのがいいというのは当然だと思いますので、今回はデザインの作り方というところを中心にご説明しますと。ただですね、この動画初めてご覧になる方は、この G-SHOCK カスタムどうなってるんだと疑問に思われる方もいらっしゃると思うので、中身がどうなっているかということなんですけど、このようにですね、透明のプラ板に手作りステッカーシールというものにデザインを印刷して貼り付けていると。で、これを中に入れていると。で、実際ちょっとこれ外してみようと思うんですが、ここG-SHOCK、ここにですね、4箇所ほどネジ止めしてあります。このネジをこういったプラスの精密ドライバーで外して、ここビリビリビリという感じで剥がすとこんな感じになってるんですね。そしてこいつデザインしたものをこの中にはめて、そしてまた戻すと。しますが、こんな感じで雰囲気がガラッと変わると。もう一個の白い方もちょっと変えてみましょう。こんな感じで、こっちはちょっとお土産物屋さんに売ってそうな G-SHOCK になりましたが、なかなか面白いんじゃないかなということでですね、今回この招き猫のデザインをサンプルにご紹介しようと。そして、もちろんプラ板とかステッカーシールの用紙とかの材料費はかかるんですが、今回は画像編集ソフトとこういった素材に関しては完全に無料のものを使って作っていくという形で説明していくので、よろしかったら最後までご覧いただければと思います。では作り方動画に入ります。では実際に文字盤を作成していきます。ツールの方は今開いているこの Photopea というウェブブラウザアプリを使います。ウェブブラウザアプリなので今私 Firefox で開いてますが、このように Google Chrome だったり Microsoft の Edge だったりで開くこともできますと。あと素材の方もこういった画伯、著作権フリー写真、イラスト素材集だったり、こういったフリー素材の配布サイト。文字の方もフリーフォントで簡単ロゴ作成ということで、フリーのサイトを利用します。これらのサイトのアドレスは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらを参照してください。まずデザインするのにテンプレートを用意しました。こんな形。これもダウンロードして使うんですが、ダウンロードは私のブログからできるようにしておきます。ダウンロード先のリンクも動画の説明欄に貼っておきますので、そちらを参照してくださいということで、この2つのファイルを開きます。開くにはもう一回説明してもらおうかな。このファイルというところをクリック、開く。で、ダウンロード先にアクセスしてですね、多分 Windows 10だったら PC のダウンロードと
いうところにダウンロードされていると思いますので、こちらをのホルダーまでたどってドラッグして2つとも選択して、この開くをクリックすると2つファイルが読み込まれます。この外枠の上に、内側の枠を重ねていきます。それにはまずここの内側の枠の画像テンプレートのウィンドウにしておいて、ここのメニューの選択というところ、これをすべてコピーでこっちのテンプレートに移動して、ここでペーストとすると、この上に貼り付けられました。まず背景画像をダウンロードしますが、このガハグっていうサイトの検索フォームのところに扇と入れてエンターすると、扇のイラストや写真が表示されますので、今回まず2つ使うんですが、1つはこちらを使います。フリーイラストのダウンロード、画像がウィンドウ全体に表示されますので、この状態で右クリックで表示されたメニューの名前をつけて画像を保存と、そして保存します。ここは閉じて、もう一つの画像、これですね、これを開きます。フリーイラストのダウンロードクリック、画像表示されたら名前つけて保存と。で、今保存したファイルを読み込みます。開く。ちょっと大きすぎるか。この2つをドラッグして選択して開くと。開くことができましたので、この状態でまた選択すべて編集コピーとやって、この2つさっきレイヤーを重ねたところのちょっとあれですね、ここはもう紛らわしいのでこっちは閉じておきましょう。で、こっちのレイヤーを重ねているウィンドウのところでペーストとやると、一番上に重ね貼り付けられましたので、これを一番下のレイヤーに移動させます。それにはここのレイヤーパネルのこのレイヤー2というところをドラッグしてぐーっと下に持っていくと、一番下のレイヤーに移動させられたということで、この状態だと、大きすぎるので縮小していきます。縮小するにはここのまずですね、ちょっとここの虫眼鏡アイコンをクリックして画像ウィンドウ全体をちょっと縮小表示させます。この時、キーボードのオルトキーを押しながらマウスボタンをクリックすると縮小されます。そしてここのカーソルのアイコンを選択して、ここの変換コントロールというにチェックが、初期状態だとチェックが入ってないかもしれないので、チェックを入った状態で操作していきます。左角、右角でも、ここの角だったらどこを掴んでも縮小できるんですが、とりあえず左上を掴んで、シフトキーを押しながらドラッグすると、
縦横比を維持したまま縮小することができますので、適当な大きさに縮小したら、この辺、この枠の内側をドラッグしていくと適当な場所に移動させることができます。そして画像を適当なところに配置していくんですが、後でこの枠は大体の目安なんで、少し枠からはみ出るぐらいにデザインしておいた方がいいと思います。これでこの感じで、背景なんであんまり煩わしくないというのに、こんな感じで絵を配置しておきます。でこれはいらないので閉じて、こっちを同じようにコピーしていきます。閉じておこう。そうしたら、このさっき貼り付けたレイヤーの上にコピーされているので、これをまた同じように縮小させていきます。でちょうどいい配置を探っていくんですが、ちょっと大きすぎるかな。でこの状態だと私左上の角を掴んで縮小させたいので、この時はこの手のこの手のアイコンのところをクリックして、カーソルが手の形になったら、これでドラッグするとこうグリグリっと表示値を移動させられるので、この状態で左角を掴んで縮小させて配置を決めていきます。こんな感じかな。でこの状態だと、せっかくさっき配置した背景、一つ目の背景が完全に隠れてしまうので、この辺を消していきます。それにはこの消しゴムツールを使います。消しゴムのツールを、これか、消しゴムをツールのアイコンをクリックして、これですね、ここの下向きの三角のところをクリックするとですね、こういった形で消しゴムの大きさを選ぶことができます。でこっちがくっきり消せる、こっちがちょっとぼかしながら消せるという形で、ここで大きさを変更できるんで、このぐらいの大きさかな。このぐらいの大きさで消していくのと、あと不透明度というのがありまして、ここが 100% にするともう完全に強く消していく。これで不透明度を下げていくとぼかしながら消していくという感じになるので、ちょっと不透明度を下げた状態で消していき、最初は不透明度を下げた状態で消していきます。特にこの辺ですね、この背景、一番上と下の背景の重なっているところは少しぼかして消した方がつながりが自然になります。この辺もそうかな。
で、ここの模様の部分はくっきり見せたいので、ここは 100% にしてきっちりきれいに消していくと。こうすると自然な感じで背景の位置とになじましながら一つの背景というふうに構成させることができますということですね。この段階で一旦ファイルを保存しておきましょう。このファイルの PSD として保存ですね。この PSD として保存というところをクリックしてファイルを保存するという形ですね。ファイルはですね、ここのもともとテンプレートがあったところにこういった PSD という形で、ちなみにこれは完全に Photoshop と互換性のある形で保存できますので、後から Photoshop で編集することもできるという感じなんですが、一旦保存しておくことで、もちろんこの Photopea で今日はここまでで続きは明日やろうとかいう時とか、ブラウザがクラッシュしたらここまでの作業が台無しになるので、一旦保存しておきましょうかみたいな形で PSD として保存しておけば、繰り返し使えるようになりますということで、一旦保存しておきましょうということで、招き猫の配置とかはまたこの後引き続きやっていきます。では続いて、招き猫とタイの絵馬を配置していきます。それはですね、このナイスなイラストというサイトでスクロールすると、ここにカテゴリーを選択というのがありますので、ここで縁起物というカテゴリーにこれ招き猫がありますので、この赤い座布団に座っている猫を使います。これを右クリックして名前を付けて画像を保存と。で、次に、タイの絵馬ということで、ここに同じく縁起物のカテゴリーにタイというのがありますので、ここでこっちでしょうか、これを右クリックして保存と。そしてこのフォトピーに戻って開きますので、まず猫の方を先に開こうかな。で、このように2つの招き猫を開くことができたので、例によって全て選択、コピー、ペースト、もう一つの招き猫も全て選択してコピーして貼り付けと。で、この段階でここにレイヤー2つ招き猫が貼り付けられたので、両方とも同じ大きさに縮小したいので、レイヤーをですね、両方とも選択します。
キーボードのシフトキーを押しながらこのレイヤーのパネルをクリックすると2つ選択された、このようにですね、2つ選択した状態になりますので、この状態で縮小していきます。で大きさを整えます。こっちに持ってきた方がいいな。このせっかくなんでこの手と顔がよく見える位置に大きさに。このぐらいかな。ちょっと小さい方がいいか。で、大きさがこの形で決まったということで、もう裏に隠れている猫の方を右に持っていくということで、こっちだな、これでこんな感じかな。これで招き猫を配置することができた。で、次にタイの方ですね。これもすべて選択、コピー、ペーストと。これも大きいですね、かなり。ちょっとこれは変化を持たせるために少し回転させてみようかな。回転はここへこの四角の外にカーソルを持ってきて、このいかにも回転させられそうなアイコンにマウスカーソルが変わるので、こんな感じでグリグリっとこう回転させつつ縮小させると。このぐらいかな。こんな感じか。こんな感じです。で、あとここに文字を書き入れていくと。で、文字はですね、このフォトピーの方にもこの T というテキストツールというのがあるんですが、どうもですね、フォント、日本語フォントが残念ながら用意されてないのと、このフォントを読み込みっていうので使えるっぽいんですが、試しにやったらちょっとうまく使い方がわからなかったとか、うまくいかなかったので、今回はこのフリーフォントで簡単録作成というサイトを使って画像化したものを、テキストを画像化したものを今までと同じ要領で貼り付けていきます。ここに開運承福福徳円満と入れて、ここのサイズをですね140、ここの Y 座標のところを170、こういった形で大きさを変更して、
この変更というボタンを押すと、ここに出てくるんです。ちょっと今回は、これはやめて、これです。この信州晴天楷書というのでやります。そうするといかにもっていう感じのフォントになりますので、これでいきますと。続いて、文字の縁取りを作っていきますが、その前に、ここですね。透過型 PNG というところにチェックを入れておきます。で、変更をクリックするとこういった形で、背景が透明にできるので、この状態にしておいて、ここで色を、何色でもいいんですが、今回は黄色、オレンジっぽいかな。で、ここの字枠っていうのをクリック。下にスクロールすると、文字枠作成という欄枠がありますね。ここに、枠の太さを3にして変更とクリックすると文字の縁取りができると。で、これで文字は出来上がりということで、このダウンロードをクリックします。ファイルを保存すると。そしてフォトピーに戻って、今までと同じように開いて、ここに先ほど作った文字がありますので、開くと。そして、すべて選択、コピー、ペーストという形で、ちょっと今どこにいるか分かりづらいですが、ここにいますね。なのでこっちに移動させて縮小していくと。そして福徳山は下で、開運小福は上に持っていくんですが、これで開運小福の方だけ切り取る感じで上に持っていきます。その時にここの選択ツールを使ってこの、マウスカーソルが十字型のカーソルになった状態で、こんな感じでマウスをドラッグしていきます。そうするとこの点々点々という形でここが選択した状態になってますので、カーソルを移動ツールにしてこう持っていくと。で、こうやって移動させてしかるべき場所に移動させると。で、選択解除とするという形で、これで出来上がりと。こんな感じですね。で、あとはこれと同じ要領で他にもデザインが欲しい場合はいくつか作っていくという形で、印刷する前にこの外枠、内側の枠のですね、このまま印刷すると切り取る
どこで切り取っていいかわからないので、ここは非表示にします。一番上のレイヤーは非表示にします。で、1個だけ印刷するということになったら、ここの辺いらないところが出て紙がもったいない感じなので、その場合はですね、レイヤーか、このレイヤーというところをクリックして新規レイヤーと、ここに新規レイヤーができたので、これをぐーっと上に持ってあげて、すべて選択、そしてここの塗りつぶしと、ここをまず一旦塗りつぶします。でここですね、カラーピッカーでここで、完全に白にした状態で OK を押して、編集、塗りつぶし、この状態でクリックと完全に消えてしまうと。でこれだと印刷したいこいつがこれも隠れてしまうので、一旦ここのレイヤーを非表示にした状態で選択、ここを選択、一旦選択しますと。でレイヤーを表示させて、このデリート消去ってやると、これだけ、こいつだけを印刷することができますよと。そして、ちょっといくつかですね、他にもついでなんで他にもデザインを作ってみました。そして印刷するんですが、どうやらこのフォトピーには印刷っていうメニューがないので、一旦画像に書き出してそれを印刷するという手順になります。でいくつか試してみたんですが、 JPEG で書き出してそれを印刷するのがきれいにできるようです。ここが初期設定だと PX になっているんですけど、一応 100% になっているのを確認して、確か初期設定だと画像が70か 80% ぐらいになってたと思うんですけど、これをですね、最高画質の 100% にして保存と。で、ファイルを保存しますと。で、ちょっとたくさん出てきてあれなんですけど、画像がこの JPEG ファイルに保存されます。で、印刷するのにいろいろ試したんですが、このまっしぐらというですね、画像ビューアーを使って印刷するのが一番きれいに印刷できるんではないかと。これはあれか。いう感じになったので、まっしぐらというフリーソフトを使うことをお勧めします。このまっしぐらというフリーソフトのダウンロード先も、動画の説明欄にリンクを貼っておきます。で、こちらから印刷を選んで、プリンターの用紙サイズをユーザー定義ゴールド、ここで用紙サイズをユーザー定義サイズということで、ここ幅が105ミリ、長さが 148.5 ミリですね。この数字で、これは要は A4 の用紙を4等分したサイズでちょうどいい印刷になるように、もともとのテンプレートを作成しておりますので、そのサイズでと。そしてここですね、キヤノンのプリンターの例なんですけど、ここは拡大縮小が選ばれているんで、必ず等倍にして
印刷の向きが縦で等倍で、ここはチェック外してこうかな。プリンターで出力、この辺は要するに、画像の拡大縮小なしで等倍で印刷するような設定をしてください。あと用紙の種類は今回ステッカー用紙を使うので、その用紙の、用紙は写真用紙を選択してくださいという指定がありましたので、写真用紙を選択しておりますということで、これですね、印刷で、ここですね、この位置のところをですね、真ん中でいいのか、中央に、右寄せたり左寄せたりできるんですけど、中央で、ここですね、ここの画像のサイズということで、画像の DPI 値に従うということで、これはこのまんまにしておいてください。この設定で。これで印刷をしますということで、キヤノンのプリンターだと、プリンターのユーティリティだとプレビューが出るんで、こんな感じで A4 の4分割したサイズの紙に印刷するよという形で印刷開始という感じで印刷していきます。ということで、カスタム G-SHOCK の文字盤ですねの作り方をご覧いただきましたけども、いかがでしたでしょうか。画像編集ソフト使ったことない人にとってはちょっと難しいと感じたかもしれませんけども、実際やってみるとそうでもないと思うんで、ぜひですね、試して自分の好みの G-SHOCK にカスタムしていただければなと思います。この縁起物みたいな G-SHOCK にもできますし、こういった形の可愛いデザインにもちょっとこれはめてみましょうかね。せっかくなんで。こんな感じでとっても可愛いデザインにも変えることもだってできますし、こっちももう一個別のにしてみましょうか。こんな感じでちょっと縁起物みたいなね、合格祈願、ちょっと受験シーズン近いんで合格祈願というようなデザインにしてみましたけども、ここの文字をですね、家内安全とかしたら本当お守り、G-SHOCK がお守りみたいな感じになったり、もちろんデザインは質問本当人それぞれ好みのが作れますんでですね、楽しいと思うんで、ぜひチャレンジして、Twitter とかインスタグラムでこんなの作りましたよとか見せていただければ私のも楽しいかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上です。そうだ、ちょっと言い忘れましたけど、ここは最後このままにネジなくても外れることはないんですが、一応ここ四隅をですね、こういったこのネジで留めておくのをお忘れなくというのを言い忘れました。で、ということで今度こそ、今回の動画は以上ですということで、また次の動画でお会いしましょう。